します。前編で見たように応挙さんは虎や鶴、あるいは鷹や竜など従来から格の高い生き物であった絵のモチーフも描きましたが、他の絵師はあまり描かなかった子犬も好んで画題としました。子犬ってそれまで日本の絵画にほとんど登場しなかったんです。犬は日常的で当時の社会では大切に扱われていたとは考えにくい生き物でしたが、応挙さんはこうした子犬に対しても慈愛に満ちた眼差しを送っています。子犬でもスズメでも、あるいは小さなスミレでも、この世の生きとし生けるものはすべて輝く美しさに満ちている。写生とは対象物へ視線だけではなく心を向けること、自然こそが一番美しい。応挙さんの残した言葉です。子犬にスズメに小さなスミレ、皆さんも応挙さんにキュンキュンしてきましたか？子犬の絵2つご紹介すると、まず1つ目は朝顔串図杉戸絵。朝顔の周りで遊ぶ子犬たち、思わず抱き上げたくなってしまいますね。朝顔の表現も見どころ、生き生きと清新な可憐さ、板戸に描かれている点も珍しいですね。生後間もない、見るものすべてが新鮮な子犬たちは、一生一日に例えるならまさに朝。それで朝顔が添えられているのでしょうか。美術書によると、応挙さんは動物の子供が遊ぶのを描くのが得意だったそうです。きっと修行時代が玩具店だったことも影響しているのでしょうね。買うとしたら皆さんはどの子犬を持って帰りますか？続いて串図。たくさんある子犬の絵の中でも私はこれが好きです。雪の上にコロコロふわふわ、愛らしさ満点。これぞ応挙流子犬キャラクター。輪郭線だけの白い子犬と茶色で鼻筋だけが白い子犬は応挙さんが好んで描いたモチーフ。耳が短く前に垂れ、短い尻尾が弧を描くのは紀州犬の特徴です。植物も人間も介在しない子犬同士の思いが描かれていて、私はこの絵が何とも好きです。見る人を飽きさせないそれぞれの表情ですね。私のチャンネルのトップ画像、こちらの花上手の下にある犬の置物たちなんです。今は亡き我が家の愛犬たちという思いで飾ってあり、家族中から可愛がられ、いろいろな意味で助けられてきました。なので応挙さんが犬好きと聞いて本当に嬉しくなりました。花上手は金地ですが、金屏風はその人が金色に輝く人生を送れますようにとの願いで人の背後に飾るのだとか。私はただ綺麗だからと飾ってそのような意味があるとは知らなかったんですが、この屏風に後押しされて犬たちに守られてYouTube をお送りできているのかもしれません。ぜひ屏風と置物が皆様の目の保養になりますように、私の顔の箸休めとして。さて、応挙さん肖像画が残っています。京都では今でも応挙さんと呼ばれているそうです。親しみを込めてさん付けで呼ばれる画家は他にいないのだとか。人に好かれるは最高と聞いたことがあります。建物のビルさえも好かれるビルと嫌われるビルがあるそうで、商売も好かれるビルの方が繁盛するのだそう。温厚で実直な応挙さんの人となりがにじみ出ているような肖像画ですね。江戸後期の毒舌家上田明成は随筆短大小心録で次のように記しています。衣食住の3つにとんと風流のない賢い人じゃあった。絵は応挙が世に出て写生ということの流行りで今日中の絵が皆一手になったことじゃ。
現代語にすると画像に実直な応挙さんから京都中が写生に基づく絵一色になった。毒舌で知られた商いでさえ認めざるを得なかったそのことがさらに人気に拍車をかけたと言われています。応挙さんの素顔をよく知る清田丹僧は次のような人柄を伝えています。その人たるも恩が愛すべし。応挙さんの画風背を写し木を描くと合わせ、この二文で応挙さんを簡潔に表していると思います。温かさの中に雅を合わせ持つ恩が素敵な日本語ですね。深く知らずに求めた応挙さんの花鳥図でしたが、私にとってナンバー24でご紹介したウィリアム・モリスの言うロマンスとなりました。ついていくリーダーはどっち？出来すぎくんと対照的なのび太くん。今日の付録紹介は素敵なあの人2022年3月号より京葉山プリュスの花柄キルティングバッグ。蜂が4匹に飛んでる。1匹、2匹、3匹。大きな花柄が目を引く華やかなバッグ。手持ちでもストラップを使えば肩掛けとしても使える 2way。 着こなしのアクセントになりそうです。シンプルなロゴ。ベースは明るめのグレーで内側も同じくブルーグレー。ポリエステル素材のキルティングで持ち手の使い心地は柔らか。長財布からドリンクまで無理なく入る大容量。床に置いても型崩れなくきちんと自立します。見た目も元気が出そうなテキスタイルですね。横から見るとコロンと可愛らしい形が応挙さんの子犬みたいなカルフワバッグでした。チャンネル登録、いいねボタンもよろしくね。ではではまたね。